こんにちはなのだ。こんにちは。今回も APU とインターフェースの説明をしていくのだ。お願いします。まずは三角波の説明をするのだ。三角波は音量が少しずつ上がって少しずつ下がるを繰り返す波形なのだ。区形波と違って急に切り替わらずなだらかに変化するのが特徴ですわね。波の形が三角形に見えるから三角波と呼ばれているのだ。各場って這いますけど動き自体は連続しているという感じですわね。ファミコンの APU には三角波チャンネルが一つあるのだ。この三角波は主にベース音や低音のメロディに使われるこんな音なのだ。区形波よりも柔らかくて音程感がはっきりしていますわ。三角波は音を出す、止めるを繰り返すのではなく、音量が無音、最大、無音と規則正しく変化するのが基本なのだ。そのため倍音が少なくノイズの少ない落ち着いた音に聞こえる。三角波は一つの波を32段階に分け、1周期を周波数 ×32 の段階で、その1周期をどれくらいの時間で進めるかを指定しているのだ。区形波とは異なり、三角波は分周を行わず CPU クロックそのもの、つまり1秒間に178万9773回のカウントを基準に動作しているのだ。そのため1段階あたりのカウント数は178万9773割る周波数 ×32 マイナス1で算出される。 440Hz の三角波を出力したい場合は178万9773割る 440×32 マイナス1の約126を APU に指定するのですわね。三角波の32段階の音量はあらかじめ決められた順序で定義されている。カウンタが進むたびにこのリストを一つずつ進め、最後まで来たら先頭に戻って同じ動きを繰り返すのだ。なお、三角波には音量を指定する機能はない。それは困りましたわね。これは三角波が振幅固定でエンベロープを持たない設計だからなのだ。ただし最終的に複数の音を合成するミキサーの使い方次第で結果的に小さく聞こえるようにすることはできる。この話は後で説明するのだ。三角波にも音に表現をつけるための仕組みがあるのだ。まずキーオフだが、三角波にも区形波と同様に一定時間が経過すると音を止める。もう一つはリニアカウンタという仕組みである。リニアカウンタは三角波専用のカウンタで、これが0になると即座に発音が止まるのだ。リニアカウンタは1秒間に240回のタイミングでカウントし、指定のタイミングまで発音可能な期間になる。またキーオン中であれば追加の指示によってリニアカウンタを再ロードし発音を継続させることもできる。つまり三角波が鳴る条件はキーオフとリニアカウンタの両方が有効な間だけなのだ。少しわからないのですが、キーオフとリニアカウンタはどちらも時間の経過で音を止めるので同じような機能に見えるのですが、確かに音を止めるという点では同じなのだが、リニアカウンタは音としての寿命を示し、キーオフは曲の中の音符の長さで音を止めるという使い分けなのだ。なんとなく分かったような気がしたとしておきます。三角波のレジスタ設定は4008から 4000B に値を指定することで三角波を制御できるのだ。次はノイズの説明をするのだ。ノイズは決まった波の形を持たない音なのだ。ではノイズの音を聞いてみるのだ。区形波や三角波のような周期的な形はありませんので、ノイズは完全なランダムではなく、内部では議事乱数を使って音を作っているのだ。規則はあるけど人の耳には不規則に聞こえるという仕組みですわね。ノイズには短周期と長周期の2種類の動作モードがあるのだ。短周期は金属的な音、長周期はザラザラした音になるのだ。同じノイズでも音色を変えられるわけですわね。ノイズの内部では線形機関シフトレジスタ、い
わゆる LFSR を使って疑似乱数を生成している。これが乱数値を求める計算式なのだ。 W、レッグを乱数値として計算し、再開ビットが0なら音を出す、1なら音を出さないという処理を繰り返しているのだ。 CPU の2分周で動作しているので1秒間に178万9773割る2回の処理を行っている。ノイズにも周波数の指定はあるが、区形波などの計算式ではなく直感的に0から15の値で指定するのだ。指定によりこんな感じで音が変わるのだ。なお、ノイズには区形波と同様にエンベロープとキーオフが使える。ノイズのレジスタ設定は 400C から 400F に値を指定することで制御できるのだ。周期カウンタは0から15の値だが、ルックアックテーブルを通して対応する値を使う。次は DPCM の説明をするのだ。 DPCM は録音された音を再生するのだ。他の音源と違って波の形を計算して作るわけではありませんので、録音した音の波形を音量の変化量だけをデータとして記録し、再生時にそれを元に戻す方式なのだ。そのため DPCM、つまりディファレンシャルパルスコードモジュレーション差分 PCM と呼ばれているのだ。では DPCM の音を聞いてみるのだ。音質は高くはありませんがちゃんと聞けますわね。ですがデータ量は大きくなりませんか？一つのデータは1ビットだけで音量を上げるか下げるか、その方向だけを記録している。だからとても少ないデータ量でそれらしい音が再生できるのだ。音量は0から127の128段階を持ち、ビットデータ1つにつき音量を2段階ずつ上げるか下げる処理を行う。ただし上限や下限に達するとそれ以上は変化しないのだ。ビットデータは1バイトの中に右から左の順で並べられ、連続したバイト列としてメモリ上に配置される。 APU には再生開始アドレスと再生するデータの長さを指定することで DPCM を再生させることができるのだ。 DPCM にも特別な機能があるのかしら？あるのだ。再生速度は16段階から選べ、音程を変えることができる。またループ再生や再生終了時に CPU へ割り込みを出すこともできるのだ。細かな注意点として再生開始アドレスに指定できるのは C000 から FFC0 の範囲で40単位の1だけなのだ。 EPCM のレジスタ設定は4010から4013に値を指定することで DPCM を制御できるのだ。再生速度の指定値は0から15だが、そのまま使われるわけではなく、ルックアックテーブルを通して1秒間に178万9773割るテーブル値の周期でビット処理がされるのだ。最後に全ての音源に共通した話をするのだ。4015レジスタで各音源の再生と停止を制御できる。また4015を書き込むと DPCM の割り込みフラグは初期化される。4015を読み込むと対応する音源が現在発音中であれば一応ストックできるのだ。4017にはフレームカウンタという設定があるが、これは少し特殊なのでまたいずれ説明するのだ。先送りでお願いしますわ。次にミキサーの話をするのだ。各音源を合成して一つの音として出力する仕組みですわね。これまで説明してきた音源はそれぞれ別々に音を作っているが、最終的にはミキサーで一つの音にまとめられるのだ。三角波には音量を直接指定する機能はないが、それでも聞こえる音量を変えることはできる。それを可能にしているのがこのミキサーなのだ。
ファミコンの APU では音源を単純に足し算するのではなく、非線形な計算式を使って音を合成しているのだ。具体的には区形配置と区形波にはまず別の計算式で合成され、三角波、ノイズ、DPCM はまとめて別の計算式で合成される。そしてその2つの結果を最後に足し合わせることで最終的な出力音が作られるのだ。このため三角波単体の音量は変えられなくても、ノイズや DPCM の音量を変えることで合成結果の中で三角波が相対的に大きく聞こえたり小さく聞こえたりするのだ。これが三角波の音量を間接的に調整できる理由なのだ。以上で APU の各音源の説明は終わりなのだ。画像処理と違い、音は想像しながらなので理解するのが大変ですわね。なので実装時に不具合が出ると原因の追求が地獄なのだ。エミュレータの難所なのですわね。引き続きインターフェースの説明をするのだ。ファミコンにはコントローラの他にも複数の接続端子が用意されていますわね。これらの接続端子を使って外部のシステムや周辺機器と通信を行うのがインターフェース機能なのだ。光線銃やディスクシステムなどさまざまな機器が接続されていましたわね。しかしそれらの機器は実物がないと動作確認ができないし、あってもパソコンには接続できない。よって今回はそれらの説明は省略してコントローラのみについて説明するのだ。助かります。コントローラには 1P 側と 2P 側があり、それぞれに A、B、セレクト、スタート、アップ、ダウン、レフト、ライトの8つの入力があるのだ。これらのボタンの状態を読み取る手順は次の通り。まず4016に1を書き込むことで 1P と 2P の情報を読み込む準備を指示するのだ。次に 1P コントローラの情報を取得するには4016を8回連続で読み込むのだ。読み込むたびに A、B、セレクト、スタート、アップ、ダウン、レフト、ライトの順番でデータが取得できる。読み込んだ値の一番右側のビットが1ならそのボタンが押されていると判断するのだ。同様に 2P コントローラの情報は4017を8回読み込むことで取得できる。ただし 2P コントローラにはスタートとセレクトはないので取得する値は常に0になる。 2P コントローラのマイクはどのように処理されるのですか？2017の下から2ビット目で確認できるのだ。マイクで拾った音量が式値より上なら1、下なら0が得られるだけで音が聞こえるかどうかしかわからないのだ。どうでもいいことなのだが、マイクには集音穴が複数開いているように見えるが、実際に穴が開いているのは左上の1箇所だけなのだ。ここまででファミコンの仕組みの説明は全て終わりなのだ。当初思ったより2倍くらいの分量になりましたわね。次回からは実際のエミュレータのプログラムを見ていくのだ。ここまでで説明したことをプログラムするだけですわね。そうなのだ。それでは今日はここまで。ではバイバイ。バイバイ。